はい、皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。ハンバーガーを描き始めたんですけれども、今回はいつもよりちょっと緩めに実況風に動画を進めていこうかなと思っています。絵ができていく中で気づいたポイントとか、そこで考えていることなんかをお伝えしようと思います。字幕が出ると思うので、余計だっていう方はこれらのボタンでオフをしてくださいね。絵を描く手順はここ。今下書きをしています。線画、下塗り、書き込みと進んでいきます。もう早速ここが見たいっていう方はチャプターで飛んでみてくださいね。下書きで使っているブラシは鉛筆です。用紙にグリッドを配置してますよね。素材写真にもあります。これは形をなるべく正確に撮るためなんですね。形を正確に撮りたいならデジタルアプリなんだし、写真をトレースすればいいんじゃないって思う方もいるかもしれません。そこは私のこだわりで、目視で必ず形を取るようにしています。下書きでは印をつけるっていうことに意識をしています。ここにこんなものがあって、その形はだいたいこんな感じ。大体の位置とか大きさが分かればそれでいいんですよね。バンズのゴマなんかも、もう大体合ってればいいんです。それから下書きでは私は拡大はしません。拡大しないで全体を見ながら書くっていう形にしています。ただの目印なんで、丁寧に書く必要もありませんしね。ということで、下書きが終わりました。だいたい1時間かかりました。線画を描いてます。ブラシは引き続き鉛筆です。下書きレイヤーの不透明度を下げて、薄くして、その上に新しいレイヤーを置いて描いています。線画の時は拡大して描きます。ただ単に下書きをなぞってるだけじゃないんですよね。この時に写真をめちゃくちゃよく見てます。それでよく理解しようとしてるんです。例えば、色の変化、色はこんな風に変化してるんだなとか、立体的な凹凸ですね。こういう奥行きがあって、こういう入り組み方してるんだなとか、それからそれだけじゃなくて、どういう風に描くかっていう作戦を考えてるんです。例えば、レイヤー分けはどうしようかな。こんな風に入り組んでるんだったら、こんなレイヤー分けにした方がいいかもしれないとか、この表面でこういう表現だったら、ブラシはこれを使った方がいいんじゃないかなとかですね。あとは、ここあまりにも難しすぎるから後回しにしちゃおうなんてことも考えながら描いています。ということで、この工程が一番頭を使って描いてるんですね。もっと言うと、絵を描き上げるまでの時間なんかも想像しながら描いています。ここの書き込みめちゃくちゃ時間かかりそうだなとか、ここは手抜きできるねとか、全体でこのくらい時間かかるだろうなってことも考えながら描いています。それでいつも絵を描くときはラジオとかネットニュースとか耳で聞きながら描いてるんですけれども、線画ではそういった耳の情報は止めてます。めちゃくちゃ頭使ってるんで、作戦会議中なんでね。はい、線画終わりました。50分かかりました。ここまでのトータルの作業時間は1時間50分です。下塗りで使っているブラシはマーカーです。動画が長くなっちゃうんで、今回はここは早送りしようと思います。ポイントはなるべくレイヤーを分けておくことですね。バンズとか葉っぱ、お肉とかですね。なるべく分けておいて書き込みの時の作業効率を良くします。はい、下塗りが終わりました。1時間25分かかりましたね。結構かかったな。ここまでのトータルの作業時間は3時間15分です。書き込みです。まずはバンズから書き込んでいきましょう。バンズのレイヤーの透明度をロックしています。これでブラシが周りにはみ出さないようになりました。大きな明暗をマーカーブラシを使ってダイナミックにつけていってます。細かい表情を鉛筆ブラシで描いていきます。ゴマはこの後に別レイヤーに描こうかなと思っています。なので、ゴマの影を含めてバンズの表情を鉛筆でじっくりと描いていきます。バンズには表面に細かい粒子がつぶつぶがあるんですよね。これを新しいレイヤーで描こうと思います。そのレイヤーをクリッピングします。これでバンズからはみ出ません。レイヤーの描画モードをスクリーンにして粒子系のブラシで表情をつけていきます。つぶつぶを描くのに使ったブラシはノイズ調整というブラシです。これは特殊ブラシのカテゴリーに入っています。で、新しいレイヤーを作ってゴマを描いていってます。これはもうね、一粒ずつ描いていくしかありません。頑張ってます。はい、バンズを書き込み終わるのに約2時間かかりました。結構かかりましたよね。ということで、こんな調子で他の部分も書いていこうかなと思います。はい、今回なぜハンバーガーを書いているのかというお話をちょっとしようと思います。ハンバーガーが人気かどうかを確認しようと思ったんですよね。
私はずっと食べ物の絵を描いてるんですけれども、基本的には食べたいものを描いています。ただ、食べ物の絵っていうのは人気があるもの、人気がないものっていうのが結構明確に分かれるんですよ。私の今までの経験上ですけれども、甘いもの、それは例えばデザートとかスイーツっていうのは人気があります。で、それ以外っていうのはあまり人気はありません。もうね、みんな甘いものが大好きなんですよ。それでスイーツ以外の食べ物の中にも当然人気のあるないはあります。多くの人が食べたいと思う食べ物っていうのは人気があるんですね。で、これは好き嫌いがあるかなっていう食べ物っていうのは人気があまりありません。例えばですけど、パンとか肉料理っていうのは人気があって反応がいいんです。で、海鮮とか魚料理というのは反応はあまり良くないですよね。好き嫌いが多いんでしょうね。で、魚料理の中でも焼き魚とかお刺身っていうのはさらに反応が悪いっていうか人気ないんですよね。でも魚料理でもお寿司っていうのは反応がいいんですよね。食べ物として人気があるんでしょうね。で、ここで言う人気っていうのは私の SNS 上の反応だったり動画の再生数のことです。それで私、ファストフードってあまり書かないんで、今回ハンバーガーを書いたらそれは人気があるのかな、どうなのかなっていうのを見たいと思いました。はい、ここでお肉の書き込みが始まってます。これね、今回一番難しかったところなんですよ。この写真を見ていただいてもわかると思うんですけれども、もう複雑すぎて下準備に何をしたらいいのかさっぱりわかりませんでした。ということでぶっつけ本番で半分書いてみたんですけれども、難しすぎてあまりにもう今日寒い日なのに汗かいてましたね。書き方がわからなすぎてなぜか汗がどんどん出てました。これはちゃんと考えて書かなきゃいけないなということで、右半分はまず別レイヤーにハイライトを先に書いてみました。で、このハイライトが目印になって、当たりになって、立体感とか明暗を書いていったんですね。これうまくいきました。このやり方今後も使えるかなと思いますね。ということでお肉ができました。いい感じですよね。はい。今回の動画は50倍速以上の超高速再生でお届けしています。それで、この他にも超低速なイラストメイキングも用意しています。それは3倍速の超低速回転なので、ゆっくりじっくりと見ることができます。じっくりと私のブラシの動きだったり、レイヤーとかツールの使い方っていうのがよくわかるようになっています。リンクに URL 貼っときますね。その動画自体は3時間半あって超長いんです。それでダウンロードして見てもらう形になっています。なので、私の描き方をじっくりと何度でも繰り返し見れるような感じになっています。皆さんが絵を描く時の参考になると思いますよ。ということで、絵ができました。書き込みをすべて完了するのに6時間弱かかりました。ということで、絵の合計作画時間は約9時間です。今回の動画が皆さんのお絵描きライフの参考になったらとっても嬉しいです。もしこの動画が面白かった、参考になったと思ったら、高評価ボタンをお願いします。高評価の動画は YouTube のおすすめに載りやすくなるんだそうですよ。そうすると、もっと多くの人にこの動画を見ていただく機会が増えます。応援してもいいよという方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお待ちしていますね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。